今日は秋のイチジクでジャム作り。まずは皮を剥いて。ちょっと待った。おばあちゃま、そのままで OK だよ。皮ごと使った方が栄養もたっぷりだし、簡単。本当にいい？皮ごと使うなんて初めてだけど。いつもの八百屋さんで教えてもらったんだ。梅ちゃんも元気だったよ。今回は量が少ないので、レンジで作ります。材料。いちじく正味 300g、砂糖 90g、レモン汁大さじ1と1/2、あればラム酒大さじ1。材料、分量はコメント欄にもあります。詳しいレシピはマジカルキッチンホームページをチェック。レモン汁か、僕、酸っぱいの苦手。入れなくてもいい？レモン汁の役割は主に2つ。ペクチンが活性化し、ジャムがしっかりと固まります。酸味がイチジクの甘さを引き立てて、爽やかな風味を加えます。市販の瓶入りのレモン果汁でも OK。リンゴ酢で代用したこともあるけど、大丈夫だったわよ。ボウルに入れる。イチジクは洗ってヘタを落とし、角切りにする。皮は汚れた部分や特に硬そうなところがあれば取り除く。耐熱性のボウルに入れる。丼でも OK。吹きこぼれることがあるから、深さのあるものを用意してね。砂糖を加えてまぶします。時間があれば20分程度置いて、水分を出す。水分を出すって、何のため？メリットは3つ。果物が柔らかくなる。味が染み込みやすくなる。水分が出ていると煮る時間が短くて済む。だから色をきれいに残すことができる。レンジ加熱。ラップなし。レンジ 500W で12分程度加熱。途中 3,4 回取り出してアクを取り、かき混ぜる。まだ水分が多くてジャムっぽくないね。再び電子レンジへ。同じようにアクを取り、かき混ぜる。さっきよりとろみがついてきたね。3回目の加熱。今回は風味付けにラム酒を入れました。他の洋酒でもいいし、なければ入れなくても OK。ラム酒を加える場合は1分前に取り出して入れる。だいぶとろみがついたね。出来上がり。結構とろみがついたけど、ジャムの手前って感じ？冷めるともう少し硬くなるから、その手前で止めてます。一晩置いたイチジクジャム。保存は冷蔵庫で。美味しそうなとろみがついてるね。さて、気になるのが皮よね。心配しつつヨーグルトと食べてみます。大丈夫、美味しい。皮も違和感なく食べられます。これからは皮ごと作ります。レシピの紹介はここまで。ペペありがとね。きついて、お化けと魔女のお話いかが？でも飲みながらゆっくりしてね。地下室にミーヤ。ああ、読み終わった。ナイルの影、封印されたミイラの秘密。ジャンルはヤングアダルトミステリー。子供向けシリーズと侮るなかれ。今、世界で大ヒット中。僕ら、推理小説マニアも夢中なんだ。今回はラストのアリバイ崩しが鮮やかだったな。欠点はミイラの呪いのシーンが怖すぎること。ミイラには絶対会いたくないね。まあ、会いたくても、博物館に行かなきゃ会えないか。じゃ、そろそろお休み、皆さん良い夢を。翌日。食料庫の掃除と管理は、執事にお任せ。掃除の次は、非常食のチェック。ペットボトルの水が足りないね。これ、なんだろしわしわ。まさか、お化けのミイラ。ミイラって物語の中の話なんじゃないの？まさか、ここで出会うなんて。呪われちゃう、逃げなきゃ。それにしても、こんな小さなお化けたちがパック詰めミイラだなんて。泣けてくるよ。ミイラの呪いのミイラ。怖すぎる。でも、僕も探偵になって、呪いを解くぞ。まずは魔女おばあちゃまに見せよう。そんなに慌ててどうしたの？あら、それ、
持ってきてくれたの？パウンドケーキやコートを持ってたのよ。やっぱり、お化けのミイラ食べちゃうの？ミイラ。確かに、干しイチジクってシュワシュワよね。イチジク？イチジクは僕好きな果物だよ。干すと水分が抜けてドライイチジクになるの。ドライイチジク？ドライイチジクは洋酒につけて柔らかく戻してパウンドケーキの生地に入れるの。混ぜ混ぜ。お手軽に食べるならヨーグルトに一晩つけても美味しい。翌日ティータイム。ドライイチジク、自然な甘みだね。種のプチプチがクール。ミイラじゃなくて、よかった。名探偵、お化け執事のエイトくん。ミイラ事件を無事解決。なんちゃって。それではマジカルキッチンで、またお会いしましょう。